皆さんこんにちは、フォトシンです。今日は冬の撮影とテクニカルのお話ということで、写真を使ったお話をしていきたいなと思います。今回は6つの項目に分けていますので、その中にいくつかの写真をね、準備していますので、それらを撮った時のお話だとか、テクニック的なところもね、触れていけたらと思いますので、もうちょっと冬楽しめると思いますので、その中でね、活かしていただけたら、また来年にもね、活かせる内容かなと思うので、ぜひ最後までお聞きいただければなと思います。では早速1枚目がこちらになります。はい、これはですね、杉林で撮った写真になるんですけれども、杉っていうとこれからの時期だと花粉ですかっていう話になるんですが、これはね、花粉ではなくて、もう見るだけで痒くなるかもしれないんですが、雪の粉になります。前日にね、雪が降っていて、この日はね、ドピーカンだったんですけれども、上部のね、雪がちょっとずつ溶けて、まだ新雪だったのでね、ちょっとずつ溶けて、ハラハラとこう、臨床に落ちてくるようなね、そういったシーンで、光が差し込んでいるところを撮ったものになります。ワークショップをやってる時だったんですけれど、お客さんと一緒にね、参加者の皆さんとすごい綺麗だねなんて言いながら撮っていたんですけれども、なかなかね、この降ってくるのを撮るのが難しいんですよね。降ってきたって言ってパンって撮っても、ちょっと構図的にまとまらなかったりとか、なんかいらないものが入っていたりとか、難しい感じですね。シューティングゲームのような感じなんですけれども、これはですね、ちょっとこう撮影した時に、配慮したことっていうのがありますね。最初からね、構造を決めていました。ある程度こう粉が流れてくるゾーンは、見定めておいて、ちょっとこう構図を決めて、木の配列っていうのを整えて、ちょっとね、こう右上のところにこの杉の葉っぱがですね、手のようになっている、その流れもね、意識しながらちょうど右上あたりに配置してるんですけれども、それを軸として、で、そこに、粉雪が落ちてきたタイミングで撮るっていうのを、構えてね、やってました。右上に太陽がちょっと入ってるんですけれども、それもですね、実は言うとポイントですね。あんま、あからさまに太陽入れたくなかったので、さりげなくっていうところで、右側にね、ちょっとだけ存在わかると思うんですけど、そんなものもね、入れております。標高の高い、私は志賀高原とかね、よく撮ってるんですけど、やっぱ広葉樹が多いところだと、どうしても葉っぱがないので、枝と枝の隙間がもうかなり明るいので、こういう感じにならないんですけど、逆に標高の低い、エリアのね、常緑のこういう杉とかの林の中だとね、割と雪降った後はこういうシーン、朝は特にですけれども、こういうシーンに出会うことができるので、もしね、雪が降ったっていう日があったら、ちょっと標高の低い杉林とかにね、行ってみると面白いかなと思います。あとはね、ちょっとこうオレンジになった杉の葉っぱですかね。緑だけじゃなくて、こういうちょっとこう秋を思わせるようなね、シーンもあって、そこに雪の粉をね、ちょっと添えるような感じで上品に撮ってみても面白いかなというのでね、こちらもね、ちょっと紹介しております。はい。ということで、杉林ね、ちょっと春の時期は嫌かもしれないんですけれども、朝とかね、雪の降った次の朝とかは綺麗だと思うのでね、近くにある方は、花粉症がない方は、訪れてみてください。続いて2つ目は雨氷の後ということで、雨氷のね、写真たちになります。雨氷っていうとね、雨と氷って書いて、その名の通りというか、その読みの通りなんですけれども、無氷とかっていうとね、大体皆さん想像がつくんですが、雨の後に気温がガンと下がった時に、こういう、木の枝とかにですね、氷が、コーティングされるんですけど、そのことに、ね、なります。2月でね、10度以上の、気温があって、土砂降りになった日があったんですけれども、本当に初めて経験したんじゃないかな。去年もあったけど今年の方が暖かかったなっていう感じで、その後に一気に気温が下がって、こういうね、木の枝とかも幹もそうなんですけれどもね、氷がコーティングした、そういうね珍しい現象がねありました。でこれはですね、新芽をこうコーティングして、氷がコーティングしてロックしているようなねシーンなんですけれども、これから、芽吹こうとしている目をですね、氷がまだっていう感じでロックしてるようなね、そういったちょっとシーンということで撮影をねしています。で、若干後ろに白いスペースがあるんですけれども、それは雪をですね入れたということで、まだ残雪の時期だったのでね、もうちょっと絞ってもよかったかなとは思うんですけれども、ちょっとこれは分かりやすく撮ろうかなということで、かなりねぼかして撮ってますね。 F6.4 ということで、そんな感じの雨氷の写真をねちょっと紹介していければなと思います。でこちらはですね、その雨氷がついた後に無氷がコーティングされたっていうね、そういうダブルパンチというか、の写真になります。これブナの
木になるんですけれども、無氷ぐらいだったらね、そんなに重くならないので、割と普通に立ってはいるんですけれども、この日はですね、無氷がかなり厚くコーティングして、その上にさらに、無氷がついていたので、木の枝自体がね、相当重くなって、こう垂れるような感じに、ね、なっていました。私も何回もここに撮影行くんだけど、ここまでの、ものはね、なかなか見ることがないなっていうところで、珍しい現象ということでね、ちょっと撮っておりますけれども、これもですね、やっぱり雨氷があったからこそ見れる、そんなにあってほしくないんですけれども、そういうね、写真になります。なので、林の中ではですね、もうその雨氷によってバキバキと重さに耐えられなくなった枝たちが落ちたりとかね、していて、そういったちょっと危ないシーンもね、実は言うとね、あったりしました。もう一つ、雨氷の絡みの写真なんですけれども、これは水ならの森ですね。立派な水ならがあるところなんですけれども、先ほど言ったように重くなった枝がですね、こうカーテンのようにね、垂れてきていましたので、そのカーテンのように垂れてきた、雨氷と無氷のダブルパンチを一緒に入れて、その奥に、この水ならの木を入れたというようなね、そういう写真ですね。ただ単に水ならを撮ったというよりは、このやっぱり上から垂れ下がってくるものを入れたっていうのはですね、これを撮った時にちょっとこだわったところになります。そして、最後はですね、こちらブナの、枝になるんですけれども、これも雨氷があったからこそなんですよね。さっき言った重さで垂れてきたがゆえにですね、こんな感じでもうほんとカーテンのようになっていて、それがね、面のように見えたんですよね。で、ちょうどその枝と枝の隙間に雪がこう平らにですね、隙間を埋めているようなところ、そこに、ブナのまだね、オレンジ色の葉っぱなんですけれども、ちろんこれは枯れてるんですけど、それが仲良くね、6枚、もっと後ろにもあるんですけどもね、私が見たようなこの手前にある6枚ですかね、それがこっちをね、こう面していたので、綺麗だなと思って撮影をね、しております。で、これイメージしたのは、実は言うとステンドグラスって私結構好きなんですけれども、いろんなね、色の、ガラスですよね。それが、一応アートとしてあると思うんですけれども、それをね、ちょっとイメージしております。実は言うとその枝と枝の隙間にはですね、背後の、木の枝がね、緻密にこうなっているのがね、映し出されているんですけれども、そこもね、実は言うと撮影するときにものすごくちょっとこだわって、角度を変えたりしながらですね、やったというところで、ちょっとこう視覚的に見て面白さっていうところですかね。手前にはピント来てるんだけど、奥はね、ピント実は言うと来ていないので、そういった不一致による面白さっていうのも表現できたらなというふうに思ってやっております。なので F 値今 7.1 ということでお見せしてるんですけれども、いろいろな F 値でもうちょっと絞って奥の枝をもうちょっと見せてもいいかなっていう、考えもあったんですけど、結局ちょっとやっぱボケてるぐらいでも枝の存在わかるような、F7.1 が程よかったので、この値をね選択していますが、そんな感じでやっています。で、秋とかもね、こういうような、隙間を埋めてやるような、隙間に色彩を埋めてやるようなね、表現とかもね、したりするんですけど、これから新緑の時期、桜の時期でも活かせる内容かなと思うので、ぜひですね、植物の枝とかの隙間っていうのを背景何にしようかなというふうに考えながら、ちょっとこうステンドグラスチックに撮ってみるっていうのも面白い表現ができるんじゃないかなと思います。続いて3つ目は冬の終わりの表現ということで、こちらの写真を紹介してみようかなと思います。これはですね、普通に木がニョキニョキと生えていて、枝がね左右にあるような感じなんですけど、結構ね勢いがいいですよね。で、ちょっと竜のような形もしているんですけれども、それをねちょっと使った表現をねしております。で、背後には山があって、杉の山があってですね、若干上は広葉樹、ブナの林があるんですけれども、残雪の様子がね見てわかるかなと思います。で、冬の終わりの表現ってどうやって、すればいいかって思った時に、私の中では残雪を使うっていうことが、誰しもそれをイメージするとは思うんですけれども、残雪を使うっていうのがですね、一つあるかなと思ってます。で、新雪とかってやっぱりもうすごく、なだらかな感じ、見るからにパウダースノーっていうのはね、そういうのは見てわかると思うんですけど、残雪っていうとちょっとボソついた感じとかね、そういったものが、冬の終わりを感じさせるということでね、この木の、上にもですね、ちょっとこう背中に乗っているのがですね、その残雪というところで残った雪が、冬の終わりを告げているという、そういう意味でね、これをちょっと入れています。で、もしこれがなかったら、ただ単になんかちょっと枯れたような枝がニョキニョキとなっているだけしか、伝わらないんですけれども、ちょっとこの雪があることによって、冬が終わっているんだなっていうのをですね、伝えることができる、そういったね、重要な役割かなと思ってます。あとはニョキニョキと生えて、また春に向かってね、元気よく、生きるというかね、そういったところも合わせて、ちょっとね、撮っております。で、背景がですね、ちょっと青みがかってるんですけれども、これ富士フィルムがね、割とこの
シャドウ部が青く出てくれるので、それを活用してるんですけれども、まだね、背景の山はシャドウの領域に入っています。まだ光が当たっていないのでね、当たってくるとね、この手前の木と喧嘩してしまうので、背景が暗い状態で撮る。でもこの木には光が当たってるんで、よりポップアップしてくれるというね、そういうことでね、撮っているんですが、こういった感じで、残った雪を使って冬の終わりを表現してみるっていうのもですね、これからの時期いいんじゃないかなと思います。で、これはですね、ブナの木を下からね、樹幹を取っているんですけれども、勢いあるブナの、形なんですけど、このちょっと股みたいになっているところですかね、股だと反対か、ちょっとそれもおかしな表現かなと思うんですけれども、ちょうど幹と幹の間に、雪が挟まっていますね。これどこからどう見ても新雪ではないなっていうのをお分かりいただけると思うんですけれども、この木の中にポツンとこの、残雪を入れ込むことによって、冬が終わっていくんだなっていうのをですね、伝えることができるかなと思いますので、本当に木だけがね、すごいインパクトなんだけど、その中にポツンと、残雪を入れる。それだけでも十分季節感っていうか、そういったものもね、表現できるので、ぜひですね、冬の終わりを表現するというところで、残雪をちょっと使って表現してみるっていうのも面白いと思います。続いて4つ目は木々の気持ちということで、こちらの写真を紹介したいと思います。これはですね、凍りついた池で撮ったね、写真になるんですけれども、奥の方にですね、トゲトゲしたものが見えていますね。これはですね、倒木ではない、立ち枯れの木というか、そういったものになるんですけれども、実は言うと、ここはですね、人造湖になっていて、もともと木は生えていた、場所にこう水がね、入ってドブンと使って、それで結局枯れちゃってこういう状態で残っているというところですね。ちなみに手前にニョキニョキとこう手のようにね、生えているのはまだ、地面につながっているので生きているような状態なんですけれども、やっぱりですね、こういった立ち枯れの木とかってかっこいいじゃないですか。例えば、よく知られるところで言うと自然湖というところがありますよね。あれは御嶽山の山腹が、崩壊して、それによってできた、自然湖ですね。いわゆる自然湖っていうか、天然の湖になるんですけれども、そうではなくて、これは人間がやってこのような状態になっているというね、そういった場所ですね。視覚的に見れば、うわーすごいかっこいいっていうふうに思って写真撮るような場所なんですけれども、ちょっと木々たちの気持ちになってね、撮った、一枚になります。で、どういうことかというと、本来だったらね、木も行きたいわけですよね。ちゃんとした乾いたというか、普通の土壌で行きたいけど、人間の都合によって、もちろん農業をするためのね、そういった用途で貯められた池だったりするんですけれども、そういった人間の都合で私たちの、人生が終わっちゃったよみたいなね、そういうシーンなので、これはね、私、リベンジというね、ちょっとこう復讐じゃないですけれども、人間に対してのそういった思いで、ちょっと撮影をしたというところですね。ちょうど手前にいる木がね、ほら、これから人間に対してちょっと復讐してやろうぜみたいな、そういうイメージですかね。それで、もう、水に浸かっちゃってるね、もうちょっとこう屍になってるようなものたちがみんなで戦に出るという、そういうシーンですね。なので木々とかをね、撮るときっていうのは、すごいね、かっこいい、癒される、生命力があるとか、そういう見て、感じて撮ることって多いと思うんですけれども、実際に今現場で起きている木々たちっていうのは、どういう気持ちなんだろうっていうことも考えながらそれを作品にするっていうのも、また表現として面白いと思うので、私は結構それを、自分でやるのが結構好きなので、そんな感じでね、自然を見てみる、またそれをするために自然を理解するっていうことも必要だと思いますので、そういう感じで表現してみるのもね、非常に面白いんじゃないかなと思います。ということで、これはね、人間に対する、復讐の、そういったシーンのね、写真になります。続いて5つ目は様々な氷の姿ということでいくつか紹介したいと思うんですが、まず1つ目はね、こちらになります。本当に大きい水たまりの写真なんですけれども、その大きいは大きいでもこんなに見事なサークルを描いた水たまりの結氷っていうのは見たことがなかったので、すごく珍しくてね、ちょっと撮影をねしてみました。で、普段だったら望遠レンズ使ったり標準レンズで寄った写真を撮るんですけれども、ここではね、こんな見事なサークルができていたので、シグマの 10mm から 18mm のね、超広角レンズを使って撮っていました。ただ、この超広角を使ってでも収まりきらないぐらいのね、大きさで、どうしようかなっていうところだったんですけれども、その周りにもね、結構ガチャガチャしたものがね、あったりしたので、ちょっとこう最小限に抑えようということでね、このぐらいで撮ってるんですけど、それでも見事なね、大きさの氷ですね。大きさの氷というかサークルを描いた氷で、模様も本当に綺麗だったのと、この、中央の石をね、綺麗にコーティングしているようなね、そのツヤなんかもまた良かったりだとか、一部岩が飛び出ていたりするとこもあったりとかね、そういうところの美しさっていうのを純粋に、撮っています。あとはね、若干空の青さっていうものもですね、この日ピーカンだったんですけど、そ
それも若干ソフトに映っているので、それと地面のね、ちょっと茶けた色っていうところのこの、混じり具合っていうのもね、美しいなと思ったので、そこもね、ちょっと気に入って撮ったという感じになります。続いてはこちらですね。これは前回の YouTube でも出てきた写真になるんですけれども、沢の近くにあった氷の壁をですね、撮ったものになります。沢の近くとかで撮るってなると、水の流れと一緒に合わせてね、写真を撮ったりするっていうね、つららをね、撮ったり、しぶき氷を撮ったりすることが多いんですけれども、ここは氷単体をね、撮っています。ただ、そのたかだか氷なんですけれども、その中にもですね、いろいろな色というか深みがあってですね、あとは、この氷のね、形だとかっていうところですかね、その模様というかね、そういったテクスチャー的なところの美しさっていうのを純粋に感じて、あとはその色の深みっていうのをですね、合わせて撮影をしてみました。なので、たかだか氷なんだけど、こういう風にしてちょっとアブストラクトな、シーンもですね、撮ってみると非常に面白いんじゃないかなと思います。まだこれから氷できるところって、あると思います。日陰のところとかではね、沢があったりして、日陰のところとかではまだまだ残ってると思うので、そういったところを探して、見てみるのもいいんじゃないかなと思います。続いてはこちらのね、氷の写真ですね。これはですね、湧き水が流れているところで、ちょうど私も喉乾いたなと思って、水をね、飲もうかなと思って行ったらですね、先客がいたわけですよね。それがこの写真を撮った意味というか理由になるんですけれども、これなんかの形に、見えませんでしょうか。無理やりちょっと誘導してますけれども、これね、私はね、馬に見えたんですよね。馬がこう水を飲むようなね、そういうシーンに見えたのでね、すごい面白いなと思って、ちょっとね、撮影をしました。で、馬の顔のあたりのね、光沢感というか、この氷の造形ですかね。それも素晴らしいですし、その輝きも、素晴らしいですし、まるでこの氷の馬が生きてるようなね、そんで水をごくごく飲んでるような、そういうシーンに見えたのでね、ちょっとそれを軸として、撮っています。で、ここは CPL だけ使って、特に、ND フィルター使うほど明るいシーンではなかったので、0.8 秒得られれば水の流れ、筋もですね、映し込めるかなというところで、CPL だけ使って、撮影をね、しております。結構先ほどはね、氷単体で撮ったりもしたんですけれども、その氷が何かに見える、いろんなシーンで何かに見えるっていう風に例えて、撮ったりすることもあると思うんですけれども、そういった感じで氷もね、何かに見えないかっていう視点で、瞬間的に私はこれ馬だってもうそこで思ったから撮ったんですけど、そういう目で見てみてもね、また面白い表現ができると思いますので、ぜひですね、氷をこれから撮るときは、もし今年も無理だってなれば来年ですね、そういった視点で撮ってみても面白いんじゃないかなと思います。そして最後はヴィーナスベルトになります。この冬はですね、特に2月なんですけれども、晴れの日がめちゃくちゃあったんですよね。なので雪がどんどん溶けて、やばいなこれっていうね、そんな日がね、続いていたんですけれども、空のコンディション的には、特に朝夕方はね、すごく良かったんじゃないかなと思います。で、このヴィーナスベルトというのは太陽が昇る反対側の方向の空がね、こう帯状に焼けるんですけれども、これはやっぱりピーカーの日じゃないとなかなか見れないというところで、そういった意味ではすごくいい条件だったかなと思います。これはですね、すごくシンプルなんですけど、説明があって、その奥にぴょこんと2つね、木が頭を出してるんですけど、カラマツの木になります。で、その木はですね、実は私が後ろに行き過ぎると隠れちゃうし、前に行き過ぎると木全体が見えちゃうしというね、ちょっとこう絶妙な場所にあったんですけれども、やっぱりこうぴょこっと頭を出す感じが、やっぱこの優しさっていうところにもつながって、この背景の色にもですね、マッチしてきますので、そのぴょこっと出して2人がこう会話しているような、そういうイメージのポジションで自分はですね、位置を決めて撮ったという感じですね。あと若干ね、この左側の木と右側の木ではですね、奥行き感に差があったので、私が右左動くと、この木の距離感って変わってくるんですよね。あんま近すぎてもなっていうところで、適度な距離感を持って2人がこうひそひそ話してるような、そういう雰囲気にしたかったので、なので立ち位置もね、前後ろと移動しながら、右左移動しながら、絶妙なところで、ちょっとね、いいポイントを探して撮ったという感じですね。なのでちょっとこう優しさを表現する上ではこの色彩ってすごくいいので、そういった被写体を見つけながらこの空を活用するというね、そういうのがヴィーナスベルトの撮影する上ですごく面白いところかなというふうにね思います。なので普段こう太陽の実態を撮ってばっかりいるなとか、あとは空がね全然焼けないじゃん今日みたいな日だとしても、太陽が昇ってくる反対側にはこういう優しい色彩があったりしますので、ぜひそういったところにも目を向けて撮ってみると、また今までと違う表現がねできるかもしれない
しれないので、そんな感じでいろいろあたりをですね、朝は見渡しながら、見回しながらやってみるといいんじゃないかなと思います。そんな感じでヴィーナスベルトもね、今年はいっぱい見れて撮れたなっていう感じだったので、一つ紹介をしてみました。はい、ということで今回は冬の撮影とテクニカルのお話ということで、最近撮ったね写真たちを使いながらいくつかお話をしましたけれども、まださすがに冬は来ると思っておりますので、住んでいるエリアにもよるかもしれないんですけれども、まだ取りこぼしたものがあったりとかね、今回の話でこれ使えるなっていうものがありましたら、そんな時にね活用していただけたらなというふうにね思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。また春からの撮影のワークショップ等も予定しておりますので、メーリングリストを、登録していない方はぜひ登録の方をよろしくお願いいたします。またノートもやっておりますので、興味のある方は概要欄からチェックしてみてください。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。